大場さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、夏場はもうなんかあんまりこうあれなんですけど、これ今ちょっと前に置いてるのが、これはハリツルマサキというやつですね。で、赤いハート型の実がなるやつです。で、もともと沖縄とかあっちの方のやつなので、寒さはそんな得意じゃないんですけど、非常に、実が可愛らしいということで、もう何年前ですかね、それこそ盆栽の愛好家の間で非常に人気だったんですけど、花屋さんがここに目をつけてですね、挿し木でちょこっと2、3本挿したやつをこういうビニールポットで、実をつけたやつをクリスマスシーズンにハートなんとかっていう名前を変えて出したのがきっかけで、えらいバーンと広がってしまってですね、以前は非常にお求めやすいというかいう木だったんですけど、今非常にお値段が上がってますね。盆栽の中でもお値段が上がってしまってます。ただ寒さに弱い、あまり強くないというだけで非常にお手入れ方法としては簡単ですね。で、暑さには強いですからあれなんですけど、とにかく、結構水も好むということで、ただ、宮崎なんかはですね、結構昔から作ってらっしゃる方も非常に多くて、で、それこそ中央の方に持ってったらえらいな値段がするんじゃねえやろかなっていうような大きいやつも持ってらっしゃる方は結構いらっしゃいますね。で、実が赤いハート型なんで、非常にこう最近は若い方にも人気の種類です。で、ちょうど今こう花が来始めてるところなんですよね。で、これはもう全然形もあれなんですけど、これはオスギなんですよ。オスとメスがありまして、ロヤガキみたいな感じでオスとメスがあるもんですから、で、メスばっかりでも全然つかないということもないんですけど、あんまりつかないですね。で、メスギを1本だけ持っててもほとんどつかないと思った方がいいかもしれないですね。で、その代わりオスがあると、オスの木があると非常に実つきも良くなりますので、やっぱりこう2本持ってないといけないんですけど、今年は若干ちょっと今花、出てきてますけど、少しちょっと遅れてますね、オスの方が。で、これまず管理方法っていうのはあれなんですけど、夏暑さには強いと言ってもですね、鉢物なんでやっぱ水を切らしたら何もならないですから、やっぱ夏場はちょっと半日陰ぐらいの方が管理しやすいかもしれないですね。もちろん水さえ切らさなければ一日日が当たるところでも全然大丈夫なんですけどね、そういうやつです。で、もうちょっとするとこう実がついたやつをお見せできるといいんですけど、まだちょうど今花なので、このままで全然管理していっていいんですが、当然こうやってこう伸びるやつなので、また来年春からでもこう伸びるんですけど、剪定の時期ですね、剪定の時期、宮崎あたりだとだいたい梅雨ぐらいにガツッと切り詰めます。で、その後こうやって今頃ですね、こうやって花が上がってくる。早いところだとだいたいもう7月の中旬後半ぐらいから花をつけるところもあるみたいですけど、うちでも以前7月のもう中旬ぐらいから花つけてた時もあるんですけど、今年はがっつりこう8月入ってから、8月の中頃っていう形で、花が今上がってきてますけどね。で、こうつけてあげてもいいし、そばに置いとけば自然に風とか虫なんかでこう交配していきますのでね、また実は止まるんですけど、結構ですね、こう今花がついてるところに全部こう実がついていきますので、つけやすいっちゃつけやすいですね、オスの木があればですね。でもあとはそのついた実がだいたい年明けても実がありますので、だいたいロヤガキなんかは年明けてまで実を置いとくと木がくたびれてしまって翌年は実がつかないとかいうことがよくあるんですけど、これはもう実がハート型の実がなって、それがこう割れると種が出てくるんですけど、それが種が自然に落ちるまでほったらかしてても、やっぱり翌年にはこうやって花がついて実がなります。で、その落ちたやつから未生でも
あの辺のところで出てるやつもありますけど、落ちた実から勝手に出てきたりもしますので、結構特に宮崎では県南の方の方は多いですね。未生で作ってらっしゃる方、挿し木で作ってらっしゃる方非常に多いです。以前うちもよそにちょっとハリツルだいぶ持ってたことがありますけど、お客さんとか分けていただいてですね、宮崎の人は結構作ってらっしゃる方は多いです。ハリツルマサキって言って赤色のハート型の実がなるやつですね。若干これはその木の性質にもよるんでしょうけど、色が濃い薄いはあるみたいですけどね、できれば真っ赤になった方がいいでしょうけどね。ハリツルマサキという品種です。今日はちょっと今切ることができないのであれですけど、別にどこ切っちゃいけないっていうのもないので、割合がっつり切って平気ですから、だいたい梅雨ぐらいに切って、その後夏にこうやって花が咲くということで、あんまりこの時期に咲く種類っていうのはないんですけど、この暑い時期に花が咲いて、それが実になるというものです。非常に可愛らしい実がつきますので人気ですけどね。見てみたいですですね。また、当然今の時期は実がないですから、割合早い段階で実つきますので、そんな冬まで待たなくてもご紹介できるとは思いますけど、わかりました。そういうことです。今度は長寿梅ですね。前々回になるんですかね。長寿梅の葉刈りとかこうやったんですが、はい、ちょっとざっといきましたですけど、こんな感じですね。今こんな状態です。今どんどん葉が出てきて、ついでにこうやって花も今出てきております。でポチポチまだこれからも花は出るでしょうけど、ここで注意しなきゃいけないのはやっぱ水切れですね。水切れに注意しなきゃいけないということと、あともう一つですね、これ長寿梅のちょうどこうやって花が出てつぼみが出る頃ってですね、アブラムシがつきやすいんですよ。でこの花のところにアブラムシがバーッとつくんですけど、そうなるともう花がきれいに開かないということもありますし、木自体が迷ったりもしますので、この時に殺虫剤ですね。ただ前回の時にも言いましたけど、殺虫剤に若干弱いというか、そういう性質を持ってると聞きますね。だからあんまり殺虫剤振ると葉振るったりだとかですね、木自体が枯れはしなくてもですね、葉がまた振るってしまったりとかしたりすることもあるので、市販されてるやつで簡単に使えるやつはオルトランっていうやつで白い小さい粒のお薬があるんですね。アブラムシなんかやったりするのに、ああいうのを鉢のこの辺にバーッと全体に巻いとくと、それから出る匂いをまず嫌うということで、水かけたら溶けて染み込みますので、そうすると木が吸って、それをまた葉っぱが発散すると、その匂いでまた逃げていくという効果がありますので、今の時期にちょっと振っとくと、今の時期というかつぼみが出た時にですね、振っとくと、そういったアブラムシの被害なんかも防げるかなというふうには思います。もちろん普通の消毒薬振ってもいいんですけど、あんまり木に影響を与えずに退治できると一番いいかなと思いますので、一番やっててあれがやりやすいですかね。もう適当にバーッとパラパラっと振っとけば効き目がありますので、やっとかれるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、今前々回葉刈りして今こんな状態です。またこれも長寿梅なんですが、これは葉刈りはしておりません。で今バーッと伸びてる段階なんですが、これもですねちょっと今から葉刈りではなくてですね、ちょっとこういう石突きで石にちょっと
絡ませてあります。両側この辺からもこっち側からも出てるんですけど、でちょこちょここう這わせてるやつなんですが、これをちょっとこのまま伸ばしてちょっと枝を作っていってもいいんですけど、それもちょっと花がつかないのもあれなんで、ちょっとこう今伸びすぎてるやつをですね、トゲのないところまで切り戻していきます。切り戻しておくとしばらくするとまた花芽が上がってきますので、今からだったらもう9月に入ってからかな。石にくっつけてるので非常にこの鉢自体重いんですけど、重かったですね。感じですね。まだ這わせてそんな経ってないのでですね、ちょっとこう結束バンドで寄せたりしてるところもありますけど、やっぱり石があるといいですね。ですね。またちょっと違った感じで、これは赤花ですね。赤花の、長寿梅ですね。もうなかなか今石もないのでですね。大場さんコメントです。はい。大内さんこといつものテゲテゲさんです。はい。長寿梅の葉刈り、はい、年何回ぐらいできますか？何月ぐらいまで可能ですか？ということです。基本的には今ぐらいの時葉刈りは今の時なんですけどね、剪定なんかでも結構何回でもできるので、やれるとは思うんですけど、うちではあんまりそうですね、葉刈り自体は1回しかしないですね。で毎回やるわけでもないですし、ただ長寿梅を作ってらっしゃる生産者の方が以前はですね、結構関東あたりの卸屋さんなんかが大量に仕入れて、それが全国に回るというようなのを作ってらっしゃる方がいらっしゃったんですね。で今でも作ってなくはないんだけど、今はもうそういう卸なんかはやってらっしゃらなくて、今松のちっちゃいやつミニ盆栽のを作って出してらっしゃる方がいるんですけど、その方に以前聞いた時はですね、剪定自体は年間伸びて切り伸びて切りの繰り返しで、だいたい5回ぐらいは切るチャンスが出てくるとおっしゃってましたね。春新芽が伸びて、で、以前動画でも話しましたけど、伸びた新芽って柔らかいんですけど、それがある程度硬くなってきたら切り戻すと、そういう作業を、年に5回ぐらいはできると。そうすると、早く枝数も増えて下が太るというように、なかなか長寿梅自体が太らないものですからね。伸びるのは伸びるけど木が太くなるのにだいぶ年数がかかるやつですから、そう言って作ってるんだという話を伺ったことがあるんですけど、そんな感じでうちでも、伸びちゃ切り伸びちゃ切りという形ではやるんですけどね。だいたい剪定自体はうまいこといけばだいたい5回ぐらいはできるんだよというふうにはおっしゃってました。うちでは実際はやってるのはだいたい3回ぐらいです。うちはですね、結構夏場あんまりあれの時は伸ばし放題にしてたりとかしてますっていうのが、以前その木市なんか出してた時に、木市に向けて花を咲かせようとかいうのがあったもんですから、
だからまあ割合伸ばしっぱなしっていうのが結構ありました、で花を咲かせたい時期をまあ前もって逆算して剪定するというようなやり方をとってましたので、そう何回もはやってなかったんですけど、まあ大体うまいことやれば5回ぐらいは剪定できるんだよという話はされてました。何月ぐらいまで可能ですか？何月でも全然これは、はい、そんなに考えたことないですね。そうなんです。はい、まあもしかしたらあるのかもしれないですけどね。まあでも結構冬でも切りますけどね。ただその伸びなければ剪定しないので、まあ秋以降は新芽が出るということもないのでですね。大体まあうちで考えると大体10月頭9月の後半から10月頭が最後ですね、年内はですね、切るのは大体11月に向けて花を咲かせるというのがあったので、まあ、大体9月の後半から11月頭ぐらいにやる剪定が最後ですね、年内はですね。まあ人それぞれいろいろあるとは思うんですけど、それともう一点ですね、長寿梅お盆くらいから植え替え可能ですか？全然大丈夫だと思いますよ。一応一年中やって悪いのもあるのかもしれないですけど、まあ可能だと思います、長寿梅に関しては。ただ春はですね、よく春に植え替えをして失敗する方がいらっしゃるんですけど、これはどの植物にもでしょうけど、あまりこう細かな根とかを取ってしまって植え替えてしまうと、やっぱ夏水が必要な時に水を十分吸い取れないというのがあるんじゃないかなと思いますけど、まあ春なんか植え替える時にはこれを極力残すような形で植え替えると。で、まあ大体うちも8月9月で植え替えをしますので、まあそのぐらいの時は結構がっつり根取ったりしますけどね。でこれもやっぱり根の病気っていうのもありますから、まあそういったものを気にするんであれば、まあ、やっぱこのうちで8月入ってすぐやったりもしますので、まあ問題ないとは思いますけど、あとはまあ水の管理ですよね。8月9月ぐらいでやる分には全然問題ないとは思います。かえって春よりはいいかもしれないですね。春やるとボケなんかもそうですけど、根の病気が入ってしますのでね。だからまあ用心のために殺菌剤につけて植え替えをするという形でもいいですし、まあうちはその殺菌剤は使ってないですけどね、夏以降やるときはですね。わかりました。それとてけてけさんですけど、先日の雨、師匠のとこの裏の川が心配ですっていうこと。ここはですね、まあそんなに全然大丈夫でした。今回のはですね。で結構天気予報なんかでかなり降るようなことを言ってて、警戒してると降らないと、いう感じですね、今のところはですね。だから、昨日おととい10日の夜中もだいぶ降るような予報が出てたんですけど、実際パラッパラしか降ってないですし、それよりも10日の日の朝ですね、びっくりしたのが新萌だけ、これが灰だと思うんですけど、もう車が真っ白というよりは真っ黒でした。そうだったんですか？ものすごく降りました。で宮崎市内とかあっちの方ほとんどなかったみたいなんですね。こっちの固有群とかこっちの方にだいぶサイトとかが降ったみたいですけどね、もうびっくりしました。朝なんじゃこれはと思って、車が黒いんですよ。でたらまあ灰ですね。なんか1ヶ月ぐらい前、7月の中頃だったですかね、新米が噴火してるんですよね。で宮崎では小林地方とかの辺にだいぶいろいろこう警戒なんか情報が出たみたいなことは聞いてたんですけど、まあだから新米かなというふうには思ってたんですけどね。その後まあテレビでも出てる風もなく、行き交う車はみんなえらい汚い車ばかり。だから今でも今日でもうちの近所のスタンド列なってますよ。車を洗うために洗車場とか列並んでますけどね。まだみんな車が汚れてるみたいですよ。結構降ったんですね。降りましたね。だからまあ以前その新米が爆発してあれした時に火山灰の被害でだいぶあれだったんですけど、
でそれで盆栽が傷んだという方も非常に多かったと聞きます。でやっぱり灰はですね、あれはまあ溶けないので、鉢に細かな粒ですからね、こういうところにこう入り込むと根詰まりの原因にもなってくると。だから非常に心配された方もで、実際に傷んだという方も非常にたくさんいらっしゃいました。で、まあ、今回、まあ、うちはですねもう全部洗い流してますので、まあ、今見てもないんですけど、全部やっぱこうかぶってましたので、この辺に入る分はもうどうしようもないですもんね。だからまあ時期があれだったら植え替えをするとか可能なんですけど、まあ、今の時期に松なんかでも植え替えるっていうのはちょっと怖いですしね。だからまあ表面の方ちょっと水でバーっとはやりましたけど、まあやっぱあれは火山灰こうあまり積もるとですねよくはないとは思いますので、まあ水で洗い流す、今の時期だったら水で洗い流すというぐらいしかできないかと思いますけど、まあ日本中どこでもあるっていうわけじゃないのでですね、これはですね、まあもしお近くにそういうのがあるあるところなんかで火山灰が降ったという時には、まあいろいろ水で対処するというようなやり方も一つあるとは思いますので、やってみられるといいとは思います。はい。で、そのてげてげさんです。サルスベリ。サルスベリ、はい。この間の。はいはい。来年20センチ以下の商品盆栽にしてくれるのを楽しみに待ってます。あれ本当に今テストというかですね、全然確かなあれではないんですけど、まあやって実際にそうなればいいなと思いながらやってるところですけどね。いや気をつけてサルスベリチェックしたんですけど、色って少ないですよね。そうですかね。うち近所には庭に植えてらっしゃる方とかいるんですけど、ただまあ一般的なのはピンク、赤、白ですもんね。紫は見つからなかったです。本当ですか。まあでもあれが特別珍しいってわけじゃないと思いますよ。まあでもちょっとうまいこと小さくできればいいなとは思ってます。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。